すごく食べやすくてお腹も満たされるんでいつも愛用させてもらってます。まあ、結構量もあって美味しくて、豚が特にホロホロなので野菜も量あるし。疲労とストレスがたまるとなんかお菓子食べたくなったり甘いもの食べたくなったりするんですけど、なんかそれタンパク質不足らしくて、3時間とか炊かなきゃいけないんで、それがまず最初ですね。炊き上がったら一晩短くても半日とかは一応つけるんで、これまあ明日になりますね。二郎系って豚骨も後で入れてスープ作るんですけど、豚バラはどっちかっていうと、もちろんそのメインの具材にもなるんですけど、この肉の出汁なんですよね。なんで豚肉はそのケチれないんで、もう、豚肉めちゃくちゃ上がってるんで、ラーメン屋で勤めてたんで、その作ったりなんだりの基礎はある程度あったんで、たくさん食べるの好きで、こう痩せの大食いなもんで、たくさん食べるそういうラーメンやりたい時にね、二郎系行ってみて、こういうラーメンやってみたいなと思って。なんか本格的にちょっとこうやって作るんですよとか教えてもらって。豚骨で取った出汁に最後豚バラからのめちゃくちゃ出汁が出るんで、豚バラの旨味をこうスープに入れていく。これ見られたらやめとこうかなと思われるんですよ。内容もそれなりのラーメンになっちゃうんで、10年ちょっとぐらいですかね、お世話になって、でも、でコロナ来て、そこで、
まあちょっともう自分の人生やっぱどうなるかわからないなと思って、あの時に本当にだからコロナ禍で開業するというのはむちゃくちゃ無謀だ。野菜は本当豊漁ですね。いわゆるくず野菜っていうか、その捨てるところを、これはもうあと今日一日中炊きっぱなしです。前日ぐらいには一応すっておきたい。このあんまり早くすりすぎても色変わっちゃうんであれなんで、今だと80とかぐらいですかね。80から90いったらもうめちゃくちゃ忙しいですね。必死ですね、はい、営業中は。また薄めて加熱して、これでチャーシューを温めていくっていう。全部ひらがなにしたのは、とりあえず誰か見てもラーメン屋だなあそこって分かるってなるように、とりあえず全部あえてひらがなにはしたんですけど、光は妻と子供たちからちょっとずつ字を取ってっていう感じですね。
ナーで混ぜてあげることによってそのもうトロトロに一体化するといいますか、はい、コトコトこっちで炊くんですけど、最終的にその一人で体調崩したら困るっていうんで気張ってる部分もあると思うんですけど、風は全然ひかないのと前取材して夜使うかなぐらいですかね。
すごく食べやすくてお腹も満たされるんでいつも愛用させてもらってます。はい、味もこってりしてて昼からのエネルギーになりそうな感じなので、それでたまにお邪魔してます。はい。あらささ麺も太すぎずで食べやすくて、太い二郎系じゃなくてちょっと麺が細めの二郎系食べたいなと思った時に来たりしてます。結構量もあって美味しくて、豚が特にホロホロなので野菜も量あるし、結構役に立ってます。結構濃厚な感じなんですけど、結構食べやすくて、豚もトロトロですごい美味しい。量も結構多いんですけど、スープも美味しくて、それに絡めながら食べるとすごいペロッといけちゃいます。